皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。いられ編第6回目ということで、前回はフォントの種類とフォントが与える印象についてお話ししましたが、本日はカーニングとラインハイトについてお話ししていこうと思います。まずカーニングですが、カーニングとは文字と文字の隙間のことです。文字と文字の隙間なんて今まで特に気にしていなかったという方が多いと思うのですが、実は文字が持っている左右の余白は文字ごとにそれぞれ違うので、それを調整せずにクリエイティブとして世の中に出してしまうと、クリエイティブを見た人が違和感を感じてしまうので、その違和感を取り除くためにもカーニングの調整はとても大事な作業なのです。試しに Adobe Fonts の DNP 周 A4 号太かな STD を使いカーニングを調整してみたいと思います。まずここの漢字とカタカナの隙間を見ていただきたいのですが、小とゆと伸ばし棒と目の隙間がかなり違うのがお分かりいただけますでしょうか。こういったところの隙間を整えてあげることで、この文字を見た人が違和感なく文字を見ることができるので、制作物のクオリティがアップします。カーニングの調整は文字ウィンドウのここのカーニングのところから調整することができます。ちなみにカーニングの調整のショートカットキーはオプションキーを押しながら左右のキーを押すことで手軽にできます。続いてラインハイトについてですが、ラインハイトは日本語で行間といい、行と行の隙間のことを指しています。一般的に皆さんが見ている雑誌のラインハイトは 1.5 から2倍で、文章を読んでもらうときに適切なラインハイトを設定しないと読みづらくなってしまうことがあります。こちらも試しに Adobe Fonts の DNP 周 A4 号太かな STD を使い確認していこうと思います。フォントサイズを40ピクセルで試しにラインハイトを1倍の40にしてみると、文章の隙間が狭すぎて読みづらいテキストになってしまいます。次にラインハイトを 1.5 倍に変更してみると、文章同士の隙間が取れて読みやすくなったと思います。次にラインハイトを 1.8 倍に変更してみると、文章間にゆとりが生まれてちょっと高級感が出てきます。次にラインハイトを2倍にしてみると、文章が離れすぎてしまい逆に読みづらいテキストになってしまいました。なのでクリエイティブに対して適切なラインハイトを設定するようにしてください。今回はフォント以外のところでもクリエイティブの雰囲気を変えれるカーニングとラインハイトについてのお話でした。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ